今回は斜め顔の描き方を皆さんに紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、まず最初は斜め45度くらいのね、みんなが一番よく描く角度を描いていきたいと思います。はい、顔の輪郭が描けましたね。私はいつもこの精度のラフ顔の当たりを取ってるんですけど、これを細かく詳しく説明すると、顔の比率、正面から見た比率とほぼ一緒で、その動画は、前作ったやつで、ここが1対1で、ここが何対何で、みたいな感じで詳しく説明してるので、それに当てはめてもらえれば、いい感じに描けるかなと思ってて。で、斜め顔になった時に途端に鼻の面が真ん中だとすると、ここに目の面が来て、で、奥の目がちょろっと見えるみたいなの。どれで描けばいいのってなるじゃないですか。でね、それはあんまり怖くないんだよというのを説明できればいいなと思いまして。これでね、奥行きがある絵の鼻が真ん中で、奥の目と手前の目でもどうやって描けばいいんだよーをね、適当に説明できればいいなと思います。でね、まずはこの取ったあたりにいつも私が描いてる顔のバランスなんですけど、まず輪郭をなぞります。この輪郭のほっぺのぷっくり感とかが、人によってまちまちだと思うんですけど、ほっぺをシュッとさせたときは目を小さめに描く。で、ほっぺをぷっくりさせるほど目を大きく描く。っていう風に私はちょっと意識して顔のバランスとかを変えてはいます。ほっぺがシュッとしてるのに目が小さすぎると、なんか幼い印象のキャラクターなのか、なんか老けた印象のキャラクターなのか、お姉さんなのか、ロリなのか、お姉さんなのか、ロリなのか、わからないってなりますよね。わかりたいですよね。その自分の中で、このキャラはどのくらいの年齢なのかなとか、意識して描くのが、パーツの大きさを決めるのもいいかなと思います。まだ目描いてないんですけどね。で、私は輪郭を描いてから、次に描くパーツが鼻です。なぜなら、鼻は、もう当たりが取れてるからなんですね。ここの真ん中にさっき描いた線がね、あるじゃないですか。顔を真ん中に割った線をね、斜めにしたときに、このとんがりくんを鼻の当たりを取るんですけど、このとんがりくんの位置を私がいつも描く場所は、ここの口の当たりを、ここのね、上に口を描くんですけど、ここの口の当たりと、ここの目を描く線のちょうど1対1くらいにとんがりくん、お花のとんがりくんをね、いつも描いてて。で、このとんがりくんの膨らみはどのぐらい膨らませればいいんだって思うじゃないですか。で、こんなに鼻高かったら、こういうキャラクターになっちゃうじゃないですか。絵柄なのか、そういうよくわからないで描いたのかってなるじゃないですか。で、そういうなんかめちゃくちゃ鼻が高いキャラクターにしたいとかがなければ、
ほっぺの曲線とほぼ同じラインで膨らませてあげると、なんかバランスがいいんじゃないかなと私は思って描いてます。私の普段の描いてるキャラクターの年齢が、私の中では17歳から21歳ぐらいの女の子、女性ぐらいのイメージで描いてて、だから鼻はそんなに高くなりすぎず、ほっぺもそんなにぷっくりはしてないけど柔らかさはあるみたいな感じでね描いて、それを意識してます。なので皆さんも自分の描きたいキャラクターの年齢を意識して描いてみたらオリジナリティとか出てめちゃめちゃいいんじゃないって感じですね。では鼻を描いてないので鼻を描きますね。このね、ほっぺの膨らみと同じくらい膨らませた鼻のとんがりくんの上にこの鼻をちょんちょんと描きます。鼻って人によってどういう形で描くかいろいろじゃないですか。私はシンプルにこうやって鼻の頂点がわかる感じで描くんですけど、人によってはこの光、当たってる光描いて鼻だよってやったり、この下の鼻の影なのか何なのかみたいな感じで、これあれですね、ソウルイーターの先生とかがやりますね。だから鼻の当たりが取れれば、もうこの鼻の位置にはどんな形の鼻を描いてもいいよって感じですね。自分の好きな鼻を描きましょうね。こういうね、リアル調の絵柄で鼻の穴をちょんと描くのも私は結構好きです。って感じですね。鼻が描けましたね。で、私は鼻を描き終わったら次は口を描きます。口はね、さっき当たりを取ったこの耳の下から生やしたこの綺麗に三角形になるラインをね、いつも当たり取ってます。で、この上に口を描いてます。で、今日はにっこり笑った口。これね、一番描きやすいですね。顔見せたり、見せなかったり、見せたり、見せなかったりしますね。で、口を描くときに、当たりを取ったのになんだか口の位置がおかしいぞって、ね、思う人がいると思うんですけど、斜め顔難しくて、口って結構引き目で描いた方が可愛かったりするんですね。3D モデラーさんがツイートとかで横顔と斜め顔と正面顔で全部を可愛くするために横顔の時は口を引っ込めたり正面の時は口をニュって出したりとかすごい結構調節して全部の角度から可愛く見えるようにっていう話をねされてるのを見たことがありまして、だからあんまり整合性ここに値取ったからここに口書かなきゃってこんなしゃくれてるじゃないですか。こんな真ん中に書いたらでね、私が今可愛いかなって思うのはこの位置ですね。全然当たりと外れてますけど、パーツをね選んで選択して変形でスイスイ動かしてどこが可愛いかなってね福笑いさせるの結構大事だなって私は思ってます。大事。福笑いを忘れずに。でね、一発で可愛い顔のバランスができるなんていうのはありえないので、ありえるかもしれないけども私は無理です。なのでみんなも口をスイスイ動かしたり鼻をスイスイ動かしたりしていい感じのね自分が一番可愛いと思えるバランスを
探すのがいいんじゃないかなって思います。で、次はね、みんな大好き、目を描いていきたいと思います。私は斜め顔を描くときに、正面顔の講座を作ったときに、こういうね、最初は怖いんですけど、目の形をエジプト神みたいな目の当たりを取るという動画を作ったんですけど、斜め顔の時に特にこれをやってほしくて、正面顔は本当に好きに目を描けばそれ可愛いじゃないですか。でも横顔を描くときに正面顔とね、なんかうまく再現できないんですけど、このわかりますかね？奥行きが描けないと正面顔の時と同じように目を描いてしまうと、どう見てるんだいっていう目線がね、わからない顔になっちゃうんですよ。で、このね、目の当たりを取る理由は、奥行きをわかりやすくさせるためなんですね。ちょっとわかりやすく、いろいろ眉毛とか描いてみるんですけど、こうやってね、形をね、眉毛、この一番上の線のところには眉毛をね、描くんですけど、なんかめっちゃ眉毛太いですね。ふふふ。眉毛。で、ここに真ん中の鼻の、さっきここで描いた鼻ですね、鼻。人間を2つに分けた時の鼻のラインがきます。で、目の奥側を詳しく説明するんですけど、ちょっと描きやすいように反転しますね。目の奥側は、目尻、目頭からグイって上に上がって、で、この、結構上の位置でね、目頭があって、で、まつげ、なんだこっちは、下まぶたか。下まぶたがあるって感じで、何を覚えてほしいかっていうと、奥側の目は、こういうシルエットになると、結構自然かなって思ってて、鏡で自分の斜め顔を見たときに、結構こう見える人が多いのかなとは思います。鏡見たら、なんか、やっぱり正面から見るより、目尻が上に上がってるように見えたので、このね、あたりを取れたら、結構、ね、奥側の目は綺麗に描けるかなと思います。で、手前側はね、目尻下げ目で、奥側が目尻上げ目で描くと私はいいのかなーって思ってます。なんでなんでしょうね。うまく説明できないんですけど、これが一番しっくりきてます。この目の当たりを取った上から目をね、描いていきます。このさっき取った当たりの
目尻の一番高いところに一番太いまつげを描くようにしてます。これは絵的に可愛いのと、顔の角度、斜め顔だよっていうのを分かりやすくするためかな。結構目尻の角度って大事かなと思ってます。当たりを取ったらなんか顔がブチャイクだなぁと思ったので修正します。まつげのね、細かい位置とか結構私は大事に直すように気をつけています。顔が変わっちゃうので。まつげ大事。あとね、瞳孔の位置もまあいいか。ラフの段階で、まあ、そんなに気にしてもしょうがないんですけど、そこそこ視線がね、分かればいいかなって思います。この目線だとね、左側を見てますね。というのが、まあわかるだろうって感じですね。で、眉毛とかちょちょっと描いて。で、髪の毛をね、ささっと生やして、この斜め顔の髪を生やすときに気をつけた方がいいということはないんですけど、髪の頭の後頭部のあたりあるじゃないですか。それから前髪気持ちふんわりさせるのが私はポイントかなと思ってます。前髪ふんわり。このくらいの幅なんですけどね。ふんわりさせないで描くと女の子らしさがちょっと薄くなるなぁと私は思って、前髪もりもり目で描くようにしてます。なんか髪の毛がこの子のファンアートを描きたいんだけど髪の毛の印象がぺっちゃんこしてるなーとか思う人もいるじゃないですか。多分萌えキャラを描きたいぞーって思って、何々ちゃんの絵を描くぞーって思って、なんか髪の毛ぺっちゃんこで、あれなんか思ったんと違う、見ながら描いたのになーって思うことがあると思うんですけど、それは多分原作のイラストは前髪を盛りに持ってることがあるかなーと私は思います。盛ればいいってわけではなくて、この描いた線の気持ちふんわり目、まあ、1センチぐらい。ふわ感。この絵で言うとこのくらいですね。このくらい。はみ出させてふわふわさせると、そのキャラに似るんじゃないかなと思います。可愛さもね、上がります。で、後頭部も、もふり、ふんわりさせて、あげると可愛いですね。はい。斜め顔が完成しました。わーい。でね、このかけた斜め顔を
表情をね、視線かな？視線を外側に向けたり内側に向けたりしたいって思った時にどうやって描いたらいいのってなると思うんですよ。でそういう時はこのね、さっき描いた当たりでまた目を動かしちゃいましょう。こっちを見てる、私を見ているという視線を描きたいときは、奥側の目は微下向きで、手前の目は下向きにしたらなんか下見てる感じになっちゃいます。このくらいかな。さっきの絵は正面を見てたので左右対称かな。正面で見たときに目の動向が白目と左右対称くらいの大きさで描いてたんですけど、こうやってね、こちら側を向かせたいときは奥側の目を完全にこっちに向かせちゃって、こっち白目と瞳孔が半々になるくらいですね。でこっちの目はもうこっちまではいかないけど、ちょうど真ん中ぐらい、斜め顔で白目と黒目が半々になるくらい、真ん中で白目が半々になるぐらいのバランスでやると、こちらを可愛く向かせることができそうって感じですね。ちょっと当たりを元に顔を清書してみます。どうだ？かわいいかも。ちょっとこの瞳孔をね、下に持ってきたらバランスがいいかな。どうですか？こっち向いてて、ちゃんとかわいい、笑ってるって感じに見えません？見えたら嬉しいです。嬉しいです。わかりましたか？視線の説明はこれで今回は以上にしようかなって思うんですけど、なんかもっと上向いてる時の視線が聞きたいとか、白目の比率なんか可愛く描くの難しいとかね、あったらコメントで教えてくれたらまた動画作ろうかなと思います。これは終わり、ストップ。おまけで今回は斜め向きの顔に獣耳を生やしたいという人に向けたちょっとアドバイスというか、こうしたら可愛く描けそうだよっていうのをね、補足で喋っていこうかなと思います。じゃあね、この子に獣耳を生やしていきたいと思います。獣耳って言ったら、なんか、猫、キツネ、が皆さん好きかなと思っています。好きですかね。なのでうさ耳とかはまたね、まあ猫耳がかければうさ耳がかけるだろうと思うので、ちょっと猫耳とキツネ耳の中間みたいな大きさの耳を書いて説明していきますね。まず生やす場所、ね、この女の子の最初に取った当たりをまた出現させますね。わ
髪の毛ちょっと薄くしておいて、で、耳の位置を私当たりを取っているんですけど、いつもこうやってエラのもみあげは何ですかね、こめかみだ。こめかみエラ頭頂部って感じでつなげて、でここに耳を描いてるんですけど、毛も耳の場合もそのままこの取ったあたりの場所から生やしてます。私は生やしてます。で、正面の時はまあこういう感じでね、三角の耳が見えてたら可愛いじゃんって思うじゃないですか。斜めになった途端に急に立体的になった、むずいってなりますよね。なので立体的な耳を描けるように一緒に描きましょうね。このね、当たりの上に生やすんですけど、まずは描いたら早いか。描きます。早い。描けました。これでね、猫耳を描くポイントとかは特に説明するの難しいんですけど、言うなればこの後頭部、耳と耳の間のバランスかなが、私は可愛いで重要だなと思ってて、この耳と耳のバランスがちょうど目と目の端と端かな、目の端と端にこの付け根、この視点が来るとバランスがいいかなと思ってます。こうじゃなくてこうか。具体的に説明するのよくわからないのでできないんですけど、あんまりにも近すぎると、このね、耳の手前の付け根が目頭にあると近すぎって思うし、奥の付け根が目尻にあると遠いってなるので、手癖でね、描いた時も下に下ろしたら目尻にこの手前の耳のね、視点付け根が来て、で、奥はちょうど真ん中ぐらいかなにあると、斜め顔の時に可愛いかなって思います。こっちの付け根は目尻で、手前は耳の上、本当は耳があった場所の上かなに描くとバランスがいいのかなって今思いました。別の場所にあると変ですね、やっぱり。で、この描いた耳をなじませる方法なんですけど、この前髪パーツを手前で、耳が真ん中2ですね。耳が2で、後ろ髪が3って感じで、わかりますかね。で、この耳のこの前髪パーツが一番手前に来てるレイヤーなので、この耳の重なってる、前髪重なっているところを消してあげると、消してあげて、で、後ろ髪の耳に隠れてるところを消してあげると、
じゃじゃん、猫耳、馴染みましたかね。馴染ませるというのが正しいのかわかんないんですけど、こんな感じでね、レイヤー構成として考えると、綺麗に線画がごちゃつかずに描けそうかなっていう感じですね。今回の動画はこれで以上なんですけど、何かコメントを、ここが良かった、わかりやすかった、ここが、わかりやすかったここがわかりやすかったとか、ね、あったら、ね、コメントもらえたらとっても嬉しいです。ここがわかりやすかったとかね、あったら嬉しいです。今回見てくれてありがとうございました。バイバーイ。